なんかいろいろここ最近また映画の予告とか発表されるじゃないですか、結構なんか個人的にはサブスタンス気になってるんですけど、見ました予告。サブスタンスね、予告来てるよね。なんか怖そうだよ、なかなか奇抜な。俺なんかちょっと気になってさ、海外のねメイキングはね結構上がってるんでね。ああそうなんです。それで確かにそうスタッフありがとうですねのインタビューとかね、キャストのインタビューとかね、あと撮影風景のメイキングとか見たけどね、これアカデミー賞でさ特殊メイクアップ賞って取ってるじゃないですか。そうですね、撮りましたね。メイクアップ。そうそう。特殊メイクってさ、なんだろう、メイクアップじゃないんだみたいなさ特殊メイクってなんだろうと思って、でそれ見たらさ、あ、こっち系の映画なんだっていうのがさ、ちょっと分かってさなんこっち系ですよこっち系だから、なんかこう人の姿がちょっと変容していくみたいなさ。もうジャンルというかあるわけですね。そう、まあ言ってしまうとクローネンバーグ的世界みたいなね。ですね、クローネンバーグですね。そうそう、こういうのをクローネンバーグ系っていうんですねそう、クローネンバーグ系って言います。そう言わないかなんか単にホラーとかさ、語話描写があるっていうんじゃなくて、ちょっと社会的なことが関わってるとか、メディアが関わってるとかっていうのが出て、クローネンバーグのパターンっていうイメージが僕はあるんだけど、わかりますね。まあこのサブスタンスもちょっとこうメディアが関わってるみたいな話だっていうふうにはなんか聞いたんでね、体が変容していくような描写とかね、そうそう、そのいろんなその外的要因とか内的、自分の精神的な要因なのか、いろんな要因によって体が変容していくみたいな描写が結構クローネンバーグが多いので、そうそう、結構だからそれに近いものを感じるなって今すごい自分も分かりますね。あらすじを読むと、元トップ人気女優エリザベスは50歳を超え、容姿の衰えとそれによる仕事の減少からある新しい再生医療に手を出す。すると点々点って書いてあるんですよ。するとだから良くないことが起きるんでしょうね、やっぱ。結構海外の確かに予告とか YouTube とか載ってます。まあもう結構明かされてることだから多分いいと思うんだけど、まあ要はそのサブスタンスっていう薬を、まあ危険な薬、まあそれ架空の薬らしいんだけど、それを摂取すると若返るっていう話なんでね。女優さん自体も変わりますもんね。女優さんも入れ替わって、デミ・ムーアが演じてるのがまあキャリアのある女性で、サブスタンスを摂取することによって若返ると、その若返るっていう描写が結構ちょっとこうクローネンバーグ的に単純にこう綺麗になりますよっていうんじゃなくて、そこがちょっと見せ場らしいけどね。あと1週間ごとに摂取しなきゃいけないっていうルールがあるらしくって、それを摂取しない場合どんなことになってしまうのかっていうのもまあ見せ場みたいになってましたね。ちょっともう危ない匂いがしますね、摂取し続けなきゃいけないっていうのがそうちょっとあれな感じがしますね。そう、そこもだから多分なんかこう結構ダブルミーニングなんじゃないのかなって気がするね。容姿っていうのが今なんかみんなが気にすることだよねっていうのと、メディアがルッキズムみたいなものを非常にこう煽り立ててるっていうことと、それからまあそこをあえて CG でやらないで特殊メイキャップでやるっていうあたりがね、我々が好きな我々が好きなって言っちゃうけどデビッド・クローネンバーグ的な、ね、解釈、そこがさ単に怪獣が出るとか怪物が出るとかじゃなくて、そのなんかこうそれを社会の今をそういうやり方で表現しようとしてるところがちょっと面白そうだなって気はするよね。この監督フランスのコラディ・ファルジャさんかな、っていう方が結構その自分も気になっていろいろ何個か調べたんですけど、好きな映画とか影響を受けた映画っていうところを結構上げてるんですよ。それがなんかエレファントマン、我らがデビッド・リンチエレファントマンとかノートルダムのセムシ男とか、あとシェイプ・オブ・ウォーターとか、あとザ・フライ、あれだ、クローネンバーグ、これはクローネンバーグですね。あと惑星からの幽体 X、ジョン・カーペンターのね、あとロボコップ、バーホーベンと、ね、だこの辺のなんかラインナップを見ると、今言ったようにその社会性っていうところもなんかこう社会的なものとのこう変容というか、そこに狭間に立たされた人がこう変わっていくみたいな。そうね、あとメディアがね、全部そこら辺の映画でメディアが介在してるよね。メディアがなんかその人の変容みたいなものに関係してるよねみたいなことをこう表現するっていうのかな。あと上げてる作品全部グロいですよね。だから結局それも多分メタファーでメディアがグロくしてるんだよねっていうことも言ってるのかなって気はするけどね。
あと社会のグロテスクさを描いてるっていうところもあるんだと思いますよね。単純に自分は映像表現として優勢からの物体とかロボコップとかゴハがひどい映画なんで好きな作品で上がってるとちょっと期待しちゃいますね。やっぱどんな期待する。よかったしかもメイクアップショーじゃないですか。どんなすごいのが見れるんだろうってだからやっぱり社会のありようっていうのが人の心の中に心にどうなんか影響を与えてるのかとか、人のありようみたいなことがそのメディアの変化でなんかちょっとあぶり出されていくみたいな部分とかね、そういうのも含めて面白そうだよね。なんかこの監督メイキング見たんだけど、メイキングでこの映画ってロケは違うんだろうけど室内撮影は全部フランスでやったらしいんでね。もともと舞台は多分ハリウッドだと思うんだけど、その室内撮影はセットは全部フランスで撮影したみたいなこと言ってて、でこの監督が言うにはいやフランスじゃないと絶対これは撮れないみたいなこと言ってて、そんな言い切るんだってなんでフランスじゃないと撮れないんだろうって俺も思ったんだけど、この内容はハリウッドじゃなくてフランスじゃないと撮れないわみたいなことをね監督言ってて、そうなんだどういうことなんですかね。アートっぽくしたいとことかなとかで思ったんだよね。とかあとスタッフなんですかね。スタッフィングのことはあるかもね。そのメンバーのスタッフはそのフランスじゃないと集められないとか、そういうことはあったかもね。そういうことだかもしれないですね。そっちだね多分ね。きっとなんかその場所っていうところに付随するスタッフが、そこら辺を把握してリーチから教えなくても、フランスの作り方っていうもしかしたらあるのかもしれないですね。そうね。だから単にそういう語話描写があるとかだけじゃなくて、やっぱりちょっといかにアートにするかみたいなことも多分スタッフのその感性が一番うまく表現できるような場所として、フランスって言ってるのかなと思ったけどね。確かに映像かっこいいですよね。映像かっこいいよね。やっぱトップさもありだけどやっぱその中に入ってるグロテスクさがありっていうところで、なんかキューブリックの映画みたいな画面の中心に消失点があってみたいな絵とかがよく挟まっておしゃれだなって。シンメトリーな画面だったとかね。そういうね。ロボコップとかもあれですもんね。自分の体の変容と社会っていうところだし、そうね。あれもロボコップもバーホーベンの中もやっぱり結構メディアをやるじゃないですか。メディアの話。そうだ。スターシップトルーパーズとかわかりやすいですよね。そうロボコップとかスターシップトルーパーも結構メディアが結構中に入ってきたりするんで、ニュース映像とかがよく挟まりますもんね。そうだから人の生活とか容姿みたいなものがメディアとどう関わってるかみたいなのはやるかなって気がするね。ロボコップも顔が出た時にみんながうわって顔を背けるみたいな、だけどちゃんと中身が違うとかっていうところ、やっぱなんかこの辺のラインナップ見るとなんかちょっとその辺そっちなのかな。そういうところなんだろうなっていう。そっちなのかな。わからないけどそっちじゃないような。なんか容姿と社会性っていうところはなんか関連とかはありそうだなと思う。ただの語話ではないんだろうな。それはそうだね。あとやっぱこの内容をさやっぱり女性が監督してるとかっていうのがちょっとどうなってるのかなっていうなんかそういう純粋ななんか興味はあるよね。その監督自体がまだ作品が多くないので自分も全然把握できないんですが、デビュー作というか話題になったやつっていうところ結構激しい映画らしいですね。名前もだってリベンジとかだったかな、リベンジっていう映画で結構話題になって、で今回みたいなところなんで、ランボを参考にしたと書いてあったんで、そっちはそっちで気になってますけどね。元ネタを明かすかと。そうなんですよ。だからちょっとまだ見る前にいろいろ情報が積み出すので、いろいろ今楽しみだなと。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またのご来店をお待ちしております。